こんにちは。お元気ですか？今、3連休みたいですね。3連休の2日目か。月曜も祝日みたいで、全然知らなかったんですけど、昨日ね、コメントで、月曜もお休み ?3 連休なんでいいんじゃないですかみたいなコメントをいただいて、それで、あれ連休なんだ、月曜も休みなんだっていうふうに思ってね、カレンダー見てみたんですけども、スポーツの日って書いてありましたね。でスポーツの日ってなんだっけ、そんなんあったっけと思って、なんとなくググってみたんですけども、体育の日かと思ってね、思い出しました。そういえば10月10日目の日が体育の日っていうふうに私覚えてたんで、だからそっか、体育の日がスポーツの日って名前変わったんだなって思いました。目の日っていうのは10っていう数字が棒と丸で、それを横にすると眉毛と目ん玉みたいに見えるので、10月10日がこの目の日みたいな感じで覚えてたんですけど、今はスポーツの日として10月の第2月曜日かながスポーツの日っていう風になったみたいですね。体育の日っていう呼び方からスポーツの日っていう呼び方になったのは2000年代になってからみたいですけどね、最近ですね。でも体育の日っていう言い方よりも、なんとなくスポーツの日っていう方の方が私はいいなって思いました。なんかイメージでなんですけども、体育の日っていう言い方だと、小学校の体育祭とか小学校の体育の授業とかね、そういう子供がやる体育っていうイメージがついちゃうんですよね。だけどスポーツの日っていう言い方にすると、もう子供だけじゃなくて老若男女、老若老若老若男女問わず、老いも若きも男も女も関係なく、みんなが単純に健康のためにスポーツをするっていうようなイメージが湧くので、体育っていうと学校授業っていう、なんとなくイメージがあったので、今のスポーツの日っていうの方が実際のこの意図とイメージがつながりやすいなっていうふうに思いました。特にそんだけの話なんですけど、でこの体育の日は明日か。今日私はね、ベッドに寝転んでのんびりとしている日曜の午後なんですけれどもね、昨日ねちょっとお知らせであげたんですけれども、いつも毎週土曜日は必ずこの動画をアップしようと思ってるんですけどもね、昨日はねどうしたって疲れちゃって、もう無理っていう感じで、気力も湧かなければもう動くことすらできないっていうくらい結構ぐったり疲れちゃってたんで、ちょっと無理するのやめようって思いました。だいたいね前日の夜に喋って、夜が静かなんでね、で次の日の昼間にあの編集して夕方にアップするっていうのがね、いつものあれだったんですけども、そうそう、もう金曜の夜も疲れてたし、土曜も一日中結構疲れてる中さらに疲れちゃったし、なんかもうね屍のようになってましたね。で別に今日もね、その気分が乗らなければいいやと思ってたんですけども、なんとなくね昨日一晩寝たら少し体も回復して、今日はねもう本当に意図的に休もうと思って、なんかちょっとやりたくなっちゃってもやらずに、意図的にもう今日はやってはいけない、何も頑張ってはいけないみたいな日にしようと思って、もうねのんびりしてました。おかげでねちょっと洗いたかった洗濯物とかもできたし、ちょっと手洗いでやってるものね、私が手洗いでやってるものといえばランチョンマットみたいなやつと、あと手ぬぐいなんですけど、これは洗濯洗剤とかがちょっと落ちきらないと嫌なので、つけ置き洗いをした後に
純粋な石鹸で純マルセルで手洗いをしてるっていう感じでございます。ちょっとめんどくさいんでね、溜めてからそれはやってるんですけど、私がコーヒーを入れる動画をするときにね、いつもこのランチョンマットって言い方なんか合わないような気がするんですけど、布のランチョンマットを敷いてやってるんですけども、あれにはねコーヒーとかお水とかがいろいろこぼれたりとかするんで、あのこう結構茶色っぽくなっちゃうんですよね、どうしても。だけどね、漂白剤とかまで使って洗うのは逆になんとなく嫌なんで、その食べ物とか飲み物とかを扱うやつだとあんま洗濯洗剤残ってるのも嫌だなっていうあれがあるので、あれは手洗い、しかも純粋な石鹸でするようにしてます。なのでね、ちょっと白っぽいランチョンマットだとコーヒーの色とかがねちょっと映っちゃって洗ってても取れないんで、ちょっと見た目はね汚いんですけども、実際には結構清潔にしてます。めんどくさいけど石鹸で手洗いをしております。うーんとなんだろう、特に話すことが毎回特にテーマは決めてないんですけど、今回はとにかく疲れちゃったなっていうことしか思い出せないっていうか考えつかないっていうか、ちょっとね疲れちゃってたのはもともと疲れが溜まってきてはいたんですけども、小休止みたいな感じで疲れをしっかり抜けきらないままずるずるとちょっとずつ疲れを溜めていって、ついにちょっともう疲れ果てたっていう感じかもしれないです。ここ半年間くらいね、私仕事は全然してないんですけども、一応自分に課したタスクというものがあって、働かない間はちょっと自分がやろうと決めたことはちょっとやりたいなって思ってた、やりたいことをやってたから、やりたいことをやってるんだからサボってはいけないみたいのもあって、ちょっとそれで疲れちゃったっていうのはありますね。結構じっと座ってパソコンいじってるのがメインなので、調べ物とかしたりとかね。なので結構肩こりとかが慢性的なのもひどいし、一時期は視力がすごい落ちちゃって、あの目の回復する本とかも定期的に見てましたけど、あれの効果だかどうかは分かんないんですけど、視力はね多分元に戻りましたね。戻ったか緩やかにちょっと落ちてるかのどっちかだと思うんですけど、あとは朝必ずヨガをするようにして、10分くらいの、しかも朝だから超楽ちんなヨガなんですけど、それでどうにか小康状態を保ってるっていう感じなんですけど、ただね肩こりも完全には良くなってないのと、あとなんか鎖骨のとこの関節がねちょっと変になっちゃって、じっとしすぎてたせいか、ちょっとねそういうケアとかもちゃんとしなきゃかなっていうふうには思ってますね。あとは単純にちょっとずつ疲れを溜めてきてたのと、そういうのがあったんですけども、一応ね自分であのいついつまでにここまで達成しようって思ってたことをつい最近達成できたんですよ、この23日前に。だから結構それに向けてこの終盤ちょっと無理してたっていうのもあるんですけども、稼いでいないお金を稼ぐっていうことをする代わりに、自分のライフポイントである貯蓄を削って今のことを好きにやってるわけだから、ちょっとある程度頑張らないとみたいな勝手なね、誰も関係ない自分一人の中の気負いがあって、それでちょっと無理してっていう感じですね。でもとりあえず達成できてよかったかなっていうふうには思ってるんですけど、達成できたら自分にご褒美しようと思ってたんですけど、なんか人間ってちょっとなんていうのかな、達成したらしたで自分を想像してたよりも自分自身を褒められないというか、こんなもんか自分ってみたいな感じで逆にちょっとしょんぼりしちゃうというか、
まだまだこんなんじゃ全然ダメだなみたいな感じでご褒美をあげる気が失せてしまったみたいな。でも体はぐったりこう疲れ果ててしまったみたいな。なんかこういうのってこう自分のメンタルとか、まあ、フィジカルもですけどコントロールするっていう意味ではすごくこうポンコツだなと思って、しっかりとよくやったとか頑張ったとかをしっかり感じるとか、なんかご褒美をきちんと与えるとかをしないと逆に良くないなと思って、結局それって効率を下げることになると思うんで、ちょっとこう自分が今何したいかな、何食べたいかなと思っても結構今ちょっと疲れちゃって思い浮かばないっていうか、なんかもしかしたらカフェとかに行ってケーキセットとか美味しいコーヒーのカフェに行ってねケーキセットを頼むとか、なんとなくそういうことをイメージしてたんですけど、なんか疲れちゃってカフェなんか全然行きたくないわみたいな感じだし、でまあ今ちょっと思ってるのがキングダムの漫画ね、キングダム買ってこようかなっていうのは思ってます。まあ、実はキングダムここ数ヶ月買ってなかったんですよ。私キングダムもすごい好きで、発売日かその次の日ぐらいにはもう買うっていうのもずっと続けてたんですけども、実は今年に入ってから一冊も買ってなくて、だから読んでないのが3巻くらい溜まってるんですよね。そうだからちょっとね一回ちょっと小休止してコンディションも整えるっていう意味で、ま間違いなく読んだら楽しい気分になるものとかさ、もうある程度自分がハッピーになることがこう保証されてるものじゃないですか、この自分の好きな漫画とか。そういうのを買ってくるのもいいかななんて思ったりとかしてます。でね、もう美味しいものを食べるって言ってもなんかこう、なんて言うんだろう、今食べたいのは本当に美味しいちゃんとしたお店で売ってるケーキとかもしお菓子とか食べるんだったらねが食べたい気分かな。添加物がたくさん入ってるお菓子とかでお茶を濁すようなそんな感じにはなれないんですよね。それご褒美にならんみたいな。どっちかっていうとストレスが溜まった時どうしても食べたくて食べちゃうみたいな感じで与えるっていうのは OK なんですけども、今自分が自分に与えたいのはご褒美なんですよね。でこうその辺で売ってるこうスナック菓子とかチョコレート菓子とかね、コンビニとかスーパーで売ってるやつね、そういうのももちろん好きなんですけども、美味しいなって感じるその美味しさ、こう味覚、舌がキャッチする味覚で言うとぶっちゃけそうでもないんですよねそうでもないけどちょっと中毒的に食べたくなってるだけなんですよね。でそれに対してお外で売ってるケーキ屋さんのとかカフェとかのケーキとか、スイーツとか、ぶっちゃけお外で売ってるお店でもそんなに美味しくないとことかちょっと保存料の味がするとことかもあるんですけど、いわゆるちゃんとしたお店の本当に美味しいところのケーキとかお菓子が食べたいなと私はご褒美に思ってるんで、ただ今はそこに出向いたりとかする気力とかがちょっと今疲れすぎちゃって湧いてこないっていうことで、その気にはなれない。でもだからといってそこのスーパーで買ってきたチョコレートとかをご褒美にするには全然ご褒美じゃないっていう気がして、その気も湧かないみたいな感じなんですよね。な感じでちょっと今日は午後この後にねスーパー行って自分の食べたいものはとりあえずはあの買ってくるけどご褒美ではないっていう感じですね。ご褒美はもうちょっとお楽しみにしっかりちょっと元気が戻ってきてこう欲求っていうものが正常に湧いてきた時にちゃんと与えようと思ってます。うんとなんだろう、なんていうのかな、さっき言ったチョコレート菓子とかスーパーでやコンビニで買うスナック菓子とかいわゆるお菓子、その辺で売ったりお菓子っていうものを別にこう悪者扱いする気はないんですけども、なんていうのかな、私からするとちょっと火消し
状態に感じるんですよ。火消しっていうのは火事が起きた時に火を消すっていう意味の火消しですね。なんかそういうイメージが私の中でにあるんですよ。っていうのは何かっていうと、チョコレートとかスナック菓子とか私全然好きだし、めっちゃ食べたいって思うことはあるんですけど、なんとなく感じてるのはちょっと中毒的に食べたくなるっていうのと、体が単純に中毒として欲してるっていうのと、あとはストレスが感じた時に無性に糖分入れたいとか、無性にジャンクなものを食べたいとか、そういう指令が脳から出てて、それに動かされて食べているっていうようなの、なんとなく体感覚体の感覚でそんな風に思ってるんですね。だからあのこのそういう添加物とかにまみれたっていう、ちょっと言い方ディスったら申し訳ないんだけど、そういうお菓子とかスナック菓子とかはどっちかっていうと、その中毒とかストレスによる対処法っていう形で、いわゆる中毒とかストレスっていうのが私のメンタルとか体の中での、いわゆる火事が発生した、なんかネガティブな何かが発生して、それを鎮火させるためのとりあえずのものみたいな感じで、なのでできたら一番いいのはこの火事が起きないのがいいんですよ。だからすごくメンタル的に安定していて、適度に運動もしていて、そうすると自然にね、健康なものを欲してしまって、あんまお菓子とか食べたくなくなって、逆に体を作るものが食べたくなってくるんですよね、いい循環の時って。だからそれがベストなんですけども、だからそういう意味ではそういうスナック菓子とかチョコレートとかっていうのは、もうストレスとか、もしくはある程度一定期間コンスタントに食べちゃって体が中毒になってる。だからそれを火消しする状態で食べてるみたいな。なんか食べてる時は美味しい、食べたかったと思ってるんだけど、どっちかっていうとなんていうのかな、幸せを転化したっていう意味ではなくて、もともとマイナスの若干不幸とまでは言わないんだけど、若干マイナスになっている部分をゼロに戻したっていうような感じですね。だから私が今ちょっと欲しいご褒美のイメージもなんかそういうイメージに近いのがあって、マイナスの状態を埋めるために、マイナスからゼロに戻るためのものではなくて、ゼロのものから自分が本当に欲しいとか、これを体験してとか、これを食べて味わってすごいハッピーがプラスに転じたみたいなそういう状態がいいなっていう、よくわかんないんだけど、そういう感じのがあるので、マイナスをゼロに戻すための埋め合わせのものではなくて、通常のゼロの状態からプラスになるものが欲しいっていう、そういう欲求があって、とりあえずなのでご褒美は今すぐには与えてないっていう感じですね。それとね、なんとなくさっきも言いましたけど、一応達成したけれども、自分がここまではやろうって思ってたとこまでは達成したけれども、達成してみたら意外と自分を褒められなかったっていうね。これはちょっとなんて言うんだろう、自分の考え方の癖みたいなもので、ちょっと直した方がいいかなと思ってる部分ではあるかなって思いますそうそう、今の火消しっていう私の普段の考え方なんですけども、もともとはね、この自分の頭の中で火消しっていう言い方が思い浮かぶようになったのは、今のね、このお菓子からのエピソードではなくて、どっちかっていうと仕事をしてる時のエピソードなんですよね。自分でも仕事をする時にどうやったら成果が出るのかとか、効率よくできるのかとか、そういうのって考えるじゃないですか。結局仕事やってても、要は自分が所属してる会社が儲かるにはどうしたらいいのかっていうのがやっぱ考え方だと思うので、あとはね、周りのみんなとうまくコミュニケーション取ったりとかして、いかに自分の、周りって言ってもせいぜい自分のチームぐらいですけどね、
いかにうまく達成できるかとか、そういうのを考えるのが、いわゆる仕事の醍醐味でもあるし、なんていうか別に会社に奴隷みたいな気持ちは持ってなくて、なんていうのかな、それも一つのゲームなんですよね。成果を上げることが自分にとっても多分脳に報酬的なものが快楽物質が出てるので、自分にとってのメリットでもあると。だからこそ会社の利益になることを頑張るというか、工夫するというか、どうしたらいいのかっていうのをその筋道を考えるとかね、そういうのがあるんですけど、そういうのを考えられないと逆に面白くないから辛くなってしまうっていうのもあると思うんですけども、だから意外と私は真面目に仕事をしてるタイプだと思うんですよね、会社員だった頃はね。この他の外からの評価は知らんけどみたいな感じですけど、自分自身ではそう思ってるみたいな感じなんですけども、そこで思うのは自分も含めてなんですけども、一生懸命やってる、何か作業をたくさんしているとか、起きてしまったことに対して例えば客先から責められるとかね、このトラブルが起きたことに対してその対応に奔走するとかね、それによって残業をたくさんするとかね、そういうのいろいろあると思うんですけれども、なんか私がなるべく気をつけてたのは、火消しにならないように仕事をしようっていうのは考えてましたね。つまり要はなんて言うんだろう、すごく何事に対しても頑張ってて、何か起きたことに真摯に対応してて、いろいろこの労力も精神的にも削って頑張ってたとしても、それが成果が起きていなければ、結果とかなんて言うんだろう、そのものに対しては悲しいじゃないですかなんていうか。だから火消しをするんじゃなくて火事を起こさないっていうこと、つまり効率ですよね。だからなんかあそこで素早く対応していればこんなことにはならなかったのにとか、そういうのって結構あるじゃないですか。後回しにしちゃったとか、ちょっとこれめんどくさいからとか、あとは心象を良くするための対応をちょっとした対応をしとかなかったとか、そういうものですよね。だからそれでなんか結果的にうまくいかなかったことに対して、それに対応することの方がよっぽど時間がかかって労力もマンパワーもたくさん使ってしまうみたいなことって結構あるけども、意外と表面化されてないことってあるじゃないですか。だからなんていうのかな、何か起きたトラブルに対していかにも獅子奮迅と対応している、すごくやれてる人がいたとしても、そもそもね、そのその火を起こすのを待っていたんじゃないかっていうような効率の悪い何かをやってることって結構あったりするんですよね。だからこう何かが起きた時にはもちろん素早く対応するけれども、もともとそうならないようにするし、他のそのなんていうのかな、この、社内ではないですよ、他の会社のライバルを出し抜くようなこの一手を打っておくとか、そういうそんなね、私素晴らしいあれじゃないんですけど、そういう考え方で動くっていうというか、そういうのをクリエイトする方が大事なんじゃねえのみたいな、なんか火消しをみんなで頑張ってるっていうのがバカバカしく感じてしまうっていうか、もちろんね火は全力で消すんですけども、火を起こさないようにすることの方がよっぽど大事だろうみたいに考えるっていう、なんていうのかな、この物事の捉え方みたいのがそこで私の頭の中で火消しっていう言い方がなんとなくしっくり来たので、イメージもね火を消すみたいなそういうのがね、多分日常の中でも私の今回の体の疲労とかね、あとはお菓子を食いすぎちゃってとかね、そういう
実は中毒になってるからこうなってとか、その添加物が実はこういう中毒性があってとかね、そういうのとか、まあいろいろこう、あとはストレスによって甘いものとかジャンクなものが食いたくなるとかいうのが、それが今回もあのジャンクフードやちょっとしたスナックやお菓子とかを食べたくなるのは、今のは火消しだなって思いながら、それでもね、マイナスな部分がゼロまで戻ってくることは自分にとってはほっとしたりありがたかったり、ちょっとした助けだったりとかするので、そういうアイテムとしては優秀なんですけど、優秀っていうかありがたいんですけども、どっちかっていうと根本的に私が望んでいるのはいつでもマイナスな状態ではなくて、いつでもフラットゼロな状態にあのいるというか、あるというかいう状態で、そこから何かプラスのいいものを、美味しいものを食べるとか、ご褒美を楽しむとか、そういう状態になりたいなと思ってだからデフォルトでマイナスですみたいのは、精神的にも体調的にも嫌だなと思って、その火消しのためにもう苦しいのを通常に戻したくて何かをするっていうのも嫌だなっていうふうに思ってるっていうだけですね。だから買い物依存症とかね、そういうのも同じような原理だなって思ったりとかはするんですけども、なんでこんな話になったのかちょっと分かんないですけど、とりあえず今日今疲れてて、今っていうか本当に疲れたのは昨日で、ちょっとベッドから起き上がれないみたいな感じで、シャワー浴びるのもちょっとあれだったんですけど、今日はね体調もだいぶ良くて、自分でね、今日は逆に体調が悪くないけどベッドに寝転んだりとか、ちょっとのんびりしたりとかしてるっていう感じでございます。なんかそんなところからなんとなくご褒美がすぐに与える気になれないっていうところから、火消しって思ってるな、そういえば私ってっていうことをなんとなく喋ってみたっていうだけなんですけど、あの今ちょっとね録音止めたんですけど、ベッドに寝っ転がりながら喋ってたら、窓の外にね、洗濯物干してたんですけど、洗濯物っていうか手ぬぐいだけね、手洗いした手ぬぐいをちょっと一瞬外に干して、風にちょっと当たって半乾きぐらいにしてから室内で干すっていうのが私のやり方なんですけど、ちょっとねパッと見たら手ぬぐいがね風に飛びそうになってて、ちょっとなんでね洗濯ばさみしなくていいかなと思ってたら飛びそうになってたんで、今ちょっと急いで取ってきたんですけどちょっとねこの喋るのそろそろ終わりにしようかなと思ってたところで手ぬぐい見ちゃったんで、あのそうなんか締めのタイミングがちょっとよくわかんなくなっちゃったんですけど、洗濯はね、手ぬぐいはきちんとレスキューできましたんでよかったです。今日どうしよう、このままこの後絶対スーパーには行こうと思ってるんですよね。美味しいものは食べたいし、美味しいものっていうか特別なものじゃないと思うんですけど、なんかもう料理する気力も昨日からわからないんで、とりあえずねそばは食べたいなって思ってます。そばと、あとカレー食べたいんだけど、カレーを作る気力がないんですよ。誰かもうこういう時ね、同居人がいたらね、自分が元気がない時に料理作ってほしいなと思うんですけど、料理だけ作りに来てくれる友達とかでもいいわ。そしたら逆にね、代わりにその友達が元気ない時にね、私が料理作ってあげるのになって思うんですけど、そうそう、お金に余裕があったらね、そういうお手伝いさんとかさ、料理作ってくれるサービスとかあるじゃないですか。そういうのを週に1回とかね頼めたらね、すっげえいいなとかね思うんですけどね。そんな感じで今もベッドに寝っ転がってて、もうね寝っ転がってたら楽で最高ですね。昨日はね寝っ転がっててもね、体の疲労を感じながら寝っ転がってるだけで全然気持ちよくなかったんですけど、もうこのまま眠ってしまえばこの体の疲労感から解放されると思ってね、気を失ってるからね、そんなことばっか考えてたんですけど、
昨日って言っても夜ね、昼間はね、なんかやっぱちょっと一生懸命いろんな自分のタスクを疲労を感じながらずっとやってたんでね。だからね、今日はね、もう逆になんかそういうのを頑張りたいっていう気持ちが出てもやらないっていう風に今日は決めてます。スポーツジムとかにも行かないって決めてます。こうちょっと一息ついて時間ができた時にスポーツジムこういう時に行かないともう行けないからみたいに思ってるんですけど、もう行かないっていう風に今日は決めてて、これはもう本当に戦略的怠惰でございますので、怠惰しなければならないっていう感じですね今日は。なのでもう好きなだけゴロゴロして、ゴロゴロするのは得意なのでね。なので、今日はもしかしたら近くの本屋でキングダムを買ってスーパーに行くかもしれないし、もしくはキングダムを買いに行くのすらめんどくさいからただスーパーに行って帰ってきてただ YouTube とか聞いてゴロゴロするかもしれないなっていう感じでございました。世の中のね、サラリーマン系の皆さんは3連休っていうことで今日が中日でもまだあと1日あるのって嬉しいですよね。よかったですね。なんかちょっとよくわかんないけど、お前はもうずっと連休だろうっていう感じですけども、仕事とか何かしなければならないことがあるからこそ、このお休みの日が嬉しいとかね、ホッとするっていう、そうコントラストで世界はできておりますのでそういう意味ではその3連休が嬉しいっていうのは普段働いてるからこそ感じられる得られる感情でもあるっていう風に言ってもすごいへりくつなんですけどいいんじゃないかなっていう風に思います。へりくつだけど、それは真実ではあると思うのでね。そんな感じでございました。はい、それでははい、それではまた。